飽きたね、もうね。飽きました。うん。YouTube に飽きて、時丸田中に飽きて、人生に飽きてると。うん。もうね、繰り返し同じことの。なんかね、でもね、こう、飽きてからが勝負だとは思っていて、で、まあね、僕も YouTube ね、もう今600本ぐらい上げてるでしょ。そりゃ飽きるって。600本上げたら、作ったら飽きるって。でも実際はね、もうね、5本目ぐらいで飽きてたんだよね。うん。5本目ぐらいで。まあこれ正直な話だけど。うん。もう10本の時には限界って感じ。うん。5本やって飽きて、で10本で限界。うん。でもやっぱりこうなぜ続けてるかっていうと、もうね、それをこう繰り返していくことによって、一回飽きたところがもう一回その脱皮みたいなのがあって、で、また飽きるんですよね、すぐね。ただまたそこからちょっと脱皮みたいなのがあって、で、そうなってくると、なんかもう呼吸をしているように取れるようになるというか、うん。まあそんな感じなんですよ。だから、まあ飽きてるって言いながら、飽きてないっていうことなのかもしれないし、で、これはまあ自分自身に対して言ってることでもあるんですけど、でも実は、その皆さんに対しても言ってるっていうか、この YouTube という小窓からね、えこう世界を見てるわけですけど、まあ僕はもう隠遁というか隠居生活みたいな感じの暮らしをしていて、何もない部屋で、語り続けると。で、だから唯一のその社会との接点が YouTube みたいな感じ、なんですよね。でもね、その YouTube っていう社会が、本当にそれ社会かっていう問題もあるし、まあでもとにかく僕にとってはその世界に開かれている唯一の窓みたいな感じで、このね、部屋がね、またね、ちょっと暗いっていうところが、うん、最近ね、2ヶ月ぐらい経ちましたけども、引っ越ししてから。またそれもちょっと新たな、その自分の飽き具合にもつながっていて、まあ、ある意味では、その生活というか部屋の暮らしに慣れたと、新しい部屋の暮らしに慣れてきたってとこも多分あると思うんですけど、なんかね、その、やっぱこう、面の最後部っていうのかな、その、こう、ガラスの、まあ、窓のね、最後部が結構ちっちゃいんですよ。で、よく、まあ、前の部屋っていうのは結構その全面窓みたいな感じだったんですよね。だから結構その、もちろん家の向きとか角度とかそういうのも大事なんだけど、なんかその部屋の明るさっていうのは、やっぱりその面光源の大きさというか最後部が決めているなってつくづく思うね。なんかその最後部の広さがやっぱりまあ重要というか、そんな感じ。で、今日は、あの、ネスカフェのね、アイス飲んでるんですよ。アイスっていうより、ミルクですね。ミルクで割ったやつ。カフェオレみたいな感じ。なんか、最近このね、牛乳でラテをだから作ってて、で、なんか飲めば飲むほど、なんかネスカフェって、もしかしたらこのラテのためにあるんじゃないかなっていうか、なんかね、それくらい、こう、ラテなんですよ。ラテが染みるというか、ラテで飲んだ方が美味しいって言ったらあれだけど、まあでも多分これご気づきの方も多分多いんじゃないかなと思うんですよね。うん。とにかくもう本当に少量のお湯で溶いて、で、牛乳をたらふく入れて、もうたっぷり入れて、で、飲んでるんですよね。で、なんか、すごくいい感じです。うん。で、これも一つのね、秋ですよね。だからもうずっとひたすらネスカフェを飲んできて、で、ちょっと変えてみようっていうところで変えてると。で、まあ私のそのイントン生活、東京でのイントン生活はですね、まあ今日というかだからもう毎日ほぼ同じ暮らしなんですよ。で、朝起きて、今日も原稿を書いて、執筆して、で、それから走りに行って、で、今日ね、暑かったね。もうね、真夏というか、結構太陽さんさん、サンシャイン池袋って感じの、
天候というか気候で。すごく暑かった。で、ちょっとね、疲れたね。やっぱりなんかこう、真夏のランって本当にこう、疲れるんですよ。なんか太陽がこう照っていて気温が上がってくると本当にその体力の消耗が激しくなる。で、今ぐっと疲れて、で、そこからちょっとブランチみたいな食事をとって、で、今、ネスカフェを飲んでると。で、今日お昼は、いつものミニマル丼ですね。ミニマル丼を食べました。うん。玄米炊いて、で、そこに少量のキムチ、で、生卵を入れて、で、アボカドを半分使って、で、ツナですね。ツナを乗っけると。で、軽くちょっと胡椒を振って、なんかそういう食事をほぼ毎日してます。で、それに今日はトマトとキュウリも食べたね。キュウリとトマトを食べました。なんか夏ってやっぱりすごく美味しいというか、キュウリとトマトがすごいいい感じですね。うん。で、あと最近は山芋なんかにもハマっていて、山芋をね、こ買ってきて、で、ザクザクと短冊切りにして、で、そこに、梅、梅肉をちょっと入れて、梅肉でちょっと和えて、山芋の梅肉和えっていうのかな。なんかそういうのを作ってね、ちょっとこうさっぱりさせた感じのものをね、食べてますね。なんか体が欲するものを食べていくっていうか。で、あとはまあ麺類も好きなんで、結構蕎麦とかね、蕎麦は大体食ってる。一年の半分ぐらい蕎麦なんじゃないかなってのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、でも結構もう蕎麦、だいぶ蕎麦を食べてます。蕎麦が美味しい、とにかく。まあそういう感じで、なんとなく飽きる食事を紛らわせながら生きてますね。うん。まあそんな感じなんですよ。だからそういう、暮らしというか、毎日していて。で、それについて最近考えることは、まあ、いくつかあるんですけど、一つは、昼間、平日の真っ昼間に遊べる友人は貴重だなっていうことです。はい。これはね、本当に思うね。まあ、もう老後迎えた方も多分思ってるんじゃないでしょうか。65歳を過ぎてる方の視聴者の方、いるかもしれませんけど。ね、だいぶやっぱりみんなその昼間仕事してるから、なんか、遊ぼうにもね、みんな仕事してんだよね。当たり前なんですけど、これは。でも僕はもう、お昼、午前中で仕事終わっちゃうんで、もうとにかく昼からはもうフリータイムでずっと踊ってるわけですよ。で、ちょっと遊ぼうかなと思って、でもやっぱみんなね、忙しいんだよね。当たり前。みんなその仕事してるから。世界の中で僕だけが昼動いてるんじゃないかっていうぐらいに、本当にもう街を歩いてて、もう外国人の、海外への観光客としか会わないから、本当に観光客なんじゃないかなって自分が、まるで、そういうもう錯覚を受けてます。なんか僕は住人じゃないんだよ、この世界の。で、観光客も住人なんだけど、でも住みながらなんていうか観光もしてないけど、観光客の中に混じって観光客としか会わないみたいな、なんかそういう感じなんですよね。だから本当に昼間に、遊べる友達っていうのは貴重だなと思って。で、まあ、ゼロではなくてね、何人かいてくれて助かってるんですよ。で、幸いフリーランスのね、まあ僕もずっとフリーランスで活動してたんで、フリーランスの友達とかが結構多いんで、なんとか、でもやっぱりみんなフリーランスだけど、お昼に仕事をしてて、で、終わるのが、ね、今日5時ですとか6時ですみたいな感じなんですよね。だから、なかなか真っ昼間にね、遊べる友達っていうのは貴重だなっていうことで、その貴重さを噛み締めてます、本当に。だから、大体一人でいますよ。大体一人。で、ゲリラ的にね、まあ、YouTube のライブとかやって。で、YouTube のライブは、まあ、多分今見たらわかると思うんですけど、アーカイブ一つも残ってなくて。で、これはもう、僕のライブはね、もう3日とかで消えるようになってるんですよね。痕跡を一切残さない。ただ、メンバーシップだけ、メンバーシップのメンバーだけが見れるみたいな感じで、うん。
なんかそういう、ちょっとライブも増やしていこうかなっていう感じもしてて。で、まあ、今月に1回ぐらいやってるんですけど、そんな感じで、もう一つね、考えたことは、その、例えばよくそのファイヤー生活とか、まあ、たまに話しますけど、そういうテーマでね。で、ファイヤー生活、つまりその資産を自分で蓄積して稼いでいくことみたいな。なんかそういうところって、まあ結構そのニーサとかが始まって、目標にしてる人たちが結構多いなって感じていて。で、まあラジオでもね、結構その今ファイヤーもしてる最中ですとか、頑張ってますとか、で、ファイヤーしちゃって、時丸さんと同じような生活してますみたいな人のお便りも結構来るんですけど、でも結局やっぱり飽きるっていうか暇になるんですよね、これね。時間があると。で、この間ね、日本の経営者っていうか、その、トップの経営者の人たちのことをちょっと考えたりしてたんですよ。それについて思いを馳せていたっていうか、なんかその経営者のストーリーとか自伝とか結構好きで、よく本とか読んだりとかね、海外とかの人たちとか、日本の人たちも見るんですけど、なんかまあ名前言っちゃうとその前澤さんとかいるじゃないですか。ZOZO のね。前澤さんとかいて、で、前澤さんはまあ、ZOZO の株式をずっと持ってて、で、それを、まあ、ヤフーから買収されて、で、まあ、上場してからしばらくして自分で売却して、完全に自己資金としたっていうところで、一気に富豪になったわけで、まあでも番付的にはまあ日本でまあ50位以内で30何位とかだったと思うんですけど、そんなに上位ではないんですよね、確かね。で、当初、売却した当初は多分2400万ぐらいの、2400億か、2400億ぐらいの、資産を得てると。で、そこからもう2400億が入ると、もう雪だるま式に増えていくんで、年間の配当だけでも3億とか4億とか入ってくるような状況になる。何もしなくてもだから、生きていけるわけですよ。ただ、それでもやっぱり自分で、発信したりとか、株っていうね、会社作ったりとか、最初にスタートトゥデイっていう会社作ってますけど、で、それはおそらく自分の株式というか資産の管理会社みたいなところだと思うんですけど、なんかそういうのを作って生活をしていると。で、前澤さん結構派手というか、まあ、SNS で発信するタイプの経営者なんで、表にやっぱりこう自分を出していくことによって、その認知を広めながら、なんか楽しみながら活動していくみたいな、なんかそういうところがあって、で、しかも、なんて言うんだろうな、芸術が好きですよね。アートが好きで、で、芸術作品を結構ね、家に持ってたりとか、他のところにいろいろ拠点を借りて、保管していたりとかね。あとはまあ千葉の方で自分の豪邸というか、家を建てて、で、10年ぐらいかかったみたいですけど、なんかそういうものを建てて、それをまあ見せちゃうみたいなね。なんかまあインターネットのパフォーマンス的なとこも入りながらの富豪みたいな感じですよね。で、しかも別に家が特別裕福だったとかわけではなくて普通のご家庭だったみたいで、で、一代で成り上がるっていう。だからそういうところで結構皆さん、好きな人も多いんじゃないかなって思うんですよ。で、なんかそういうのはあって、ただで、まあ他に言えば、ユニクロの柳井さんとか、孫さんとかね、まあちょっと前澤さんとはまた桁が違いますけど、そのあたりの経営者って、もう資産が超なんで、億じゃなくて超レベルの人なんで、なんかそうなってくるとね、でもその人たちはやっぱ事業に集中してるんですよね。で、まあもちろん、でも家の中にゴルフ場があったりとか、豪邸持ってたりとか、で、日本じゃなくてハワイにいくつか家持ってたりとか、実はむちゃくちゃ裏では派手なんだけど、そんなに表立って出さないっていうか、あくまでビジネスをやってますっていうのが孫さんとか柳井さんのスタイルですよね。で、孫さんもですね、孫さんは佐賀の出身で、だから孫さんも九州なんですよ。だからなんか僕の中で結構ソフトバンクっていう会社は僕は嫌いだけど、正直、いろいろあったんで、過去に。嫌いだけども、でも孫さんの経営スタイルっていうか、孫さんの成したことっていうのは、結構日本の中でもすごいことだなと思ってて。なんか、日本国内でもすごいことなので、国に対するやっぱその影響力とか、がすごいあるんで、
すごいと思ってるんですけど、でもまあ裏で、そんなにその派手な生活をやってるように見えないというか、前澤さんみたいにね、それは多分自分自身が発信をあまりしないからだと思うんですよね。で、一時期ね、でもね、孫さんってツイッターやってたんですよね。で、よくある名言で、ちょっと自虐的にね、自分が、僕の前髪が後退してるんじゃないって、自分が前進してるんだっていうね、名言とか残してるんですよね。僕その頃から、僕一回そのツイッターやめてるんですけど、まあ今、また再開してるんですけど、やめる前の時期に、やっぱその孫さんのツイートとか見てて、で、発信も結構面白いなって思ってたんですよね。でもね、残念ながらやめちゃって、多分それは多くの批判とか、なんかそういう SNS 特有のパッシングとか批判みたいなを、ものに、こう対応していく時間が無駄だと思ったんでしょうね。だからその一つのミニマリズムですよね。やっぱノイズをカットすることによって自分の集中したいところに全振りしていくっていう。だからその判断は正しかったと思っていて、ただやっぱそのエッセンスというか、孫さんがつぶやいていたようなこととかを読めなくなったのは結構大きなことだなとは思うんですよね。で、まあちょっといろいろ話長くなってるんですけど、だからそういうところで、いくらね、そういうこう資産とかお金を貯めたとしても、皆さん忙しいんですよね。で、やっぱり持てば持つほど、まず資産管理会社を作らなければならないとか、あとはその持ってるものが現金ではなくてほとんどその会社の株で保有してるんで、結局その莫大に持ってる人たちっていうのは、自分の会社をドライブすることによって、資産を保有していることになると。でそうなると、つまり、それってむちゃくちゃその忙しさだったりとか、で、周りからの圧力もそうだし、株主に対する忖度もそうだし、すごいね、ものがね、周りにこう、常にあるような状態だと思うんですよね。だからそれってその、自由ではないというか、で、結局その僕はいつもその自由について考えていて、何もない部屋で、何もない部屋で不自由になりながら自由について考えてるんですけど、で、結局だからそういうこうお金持って富豪な人たちよりも、僕の方が自由なんじゃないかなって思う時があるんですよ。で、まあこれ多分ね、一日用の流れとかを見てみると多分そうで、僕その会食とかもほとんど入れないし、で、自分の会社をこの間作りましたけど、自分一人で運営してるんで、今のところは。あの、全くね、誰から何かを言われるってことがないんですよね。もう完全にその自分だけでコントロールできるっていう状況にしてるんですよね。だから、誰からも何も言われないっていう状況が、で、自分の時間ですよね。やっぱりね、一日の中の時間を自由にコントロールできるっていうところ。なんかそっちの方が、自分にとっては重要だなってことを改めて、考えたんですよ。で、やっぱりそういうこう、孫さんとかの、もちろんすごいですけど、前澤さんとか、やっぱり自分で事業やって、で、むちゃくちゃね、でも多分そういうこう自由を目指してないというか、隠遁的な自由とはちょっと違う方向の自由だと思うんですよね。もちろんその経済的には圧倒的に自由になれるかもしれないけど、圧倒的に稼げば。ただそこで得られるものは逆に資産というものを持ってしまったからこその不自由みたいなところに、当たるんじゃないかなと思っていて。で、それはね、結構これからどんどんそういう人たちが増えてくるんじゃないかなと思っていて、いわゆるニューリッチっていう言われるような人たちが今まあインターネット上にたくさんいるわけですけど、インターネット上というかまあ現実として生まれてきてるわけですけど、それはまあインターネットのおかげで生まれてきてるところですけど、で、結局そういうことになると、資産を積み上げれば積み上げるほど自分が不自由になっていくってことに陥ると。うん。だからそこがね、なんかバランスが難しいなって思ってるんですよね。で、僕は圧倒的にそういうものを積み上げるよりも、自分自身の一日が、こう誰にも邪魔されないっていうか、全部コントロールできるっていうか、そういう自由を求めてるんですよ。で、これは
コントロールの領域を完全に自分で持つっていうことだけを重視してるわけではなくて、で、それは、もちろん、レッド・イット・ビー感覚っていうか、なんかそういう話を多分いつもしてますけど、一方で、なるようにしかならないって思ってるんですよね。だから、あの、だからなんていうかな、すべてをコントロールすることってできないんですよ。で、コントロールできないこと、まあでもコントロールをできるだけその中でやっていくんだけど、ある程度の領域でそれを手放す勇気みたいなものが必要だっていうことですね。まあちょっと表現が難しいんですけど、まあ簡単に言えば天気とか、あと地震とか災害とか、なんかそういうものって起きるじゃないですか。起きるときは。で、それをね、コントロールできないんですよね。まあ当然ですけど、当然のことですけど。でもコントロールできないことについて悩んだりとか、コントロールしようともがいたりとか、何かこちらから働きかけ、頑張るとか、なんかそういうことをやると苦しくなるんですよね。だから結構見極めが大事だと思っていて、コントロールをする領域としない領域を分けるっていうのかな。でも、多くはね、多分コントロールできないって思うと。例えば毎日通勤をしていて、本当は満員電車とか電車に乗りたくないのに通勤をしていて、1時間働くと。で、これは自分がコントロールできないことだって思っちゃうと。で、まあ僕もね、10年前ぐらいはそれ思ってたんですよ。これもう、これ社会のしきたりだとか、なんかそれが社会に出るっていうことだとかね。でも実は、そういうものはコントロールできると。うん。習慣と鍛錬と自分の設計と戦略によって、そういうものは全部自分の自由にできるっていうこと。それに気づいたっていうか、まあそのプロセスを話しているのがこのチャンネルですよね。長くなっています。時丸田中のモーニングレディオじゃなくて、これイブニング何これ長くなってるよ。飽きたっていう話をしてるのに、まあこれもね、メタなんですよね。だからね、メタなとこですよね。YouTube 飽きたって言ってるくせに、その飽きたことをネタにして一本取れちゃってるっていう。これがだから、これがね、うん。これが YouTube の罠というか、そういうところなんじゃないかなって思ってますね。で、今日はこれからね、一本、お届け物を待っていて、で、まあ、全然楽しいお届け物じゃないんですよ。なんかなんかプレゼントとかね、なんかハッピーセットみたいなものが届くといいんですけど、全然そういうもんじゃなくて、なんか会社のちょっと必要な書類なんですよね。で、それが届くのを待ってて、で、待ってて、今って感じ。それ届いたら、今後の自分の動きが出てくるんで、その待ち時間に今動画回しちゃったっていう感じです。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。